こんにちは、僕はオズです。今日はまた日本語でエピソード作ると思って最近忙しくて作らなかっただからすいません。先週作ると思ってハロウィンの週末だった。だからいろいろで忙しくて時間なかった。僕は今年も去年と同じウンパルンパというキャラクターのコスチューム着て渋谷行った。渋谷でニュースで来ていっぱい問題来て酔っ払った人もちょっと興奮すぎでなんか変なことして誰か多分車の上に乗ってなんかフリップ繰り返した繰り返リピートわからないフリップしていろいろ問題来てそして多分警察もちょっと人々にアレスト捕まってわからないだからそんなこと来てちょっと怖かった。でもそれはハロウィンの日じゃなかった。それはハロウィンの前の週末特に夜だった。電車終わって後みんな酔っ払ってる時だからちょっとそのニュース来てちょっと残念と思った。ハロウィンのイメージはちょっと悪くなっちゃった。でも本当のハロウィンの日は火曜日だった。水曜日だった。水曜日の日いっぱい人いて警察もいっぱいいてけど全然問題じゃなかった。みんな優しくて歩いて写真撮ってみんな話して笑って楽しんでた。この動画を見たら僕の英語のチャンネルであるオズヨソムあそこ行ったらハロウィンの動画見られる。でも今日の話はハロウィンじゃない。今日の話実は日本料理と日本の食べ物和食の話です。実はカナダで日本料理は最近じゃなく多分10年前からすごく人気です。みんなヘルシー食べ物を考え始めた後いろいろ国のヘルシーな食べ物出てきてカナダトロントだったらいっぱい日本の料理のレストランある。居酒屋もある。居酒屋は多分5年前から最近出てきてけどその前はいっぱい寿司屋が多い。寿司の店とラーメンも増えてると最近は居酒屋もだから日本料理はカナダで多いけど僕は大学時と高校生時は日本料理のレストランは少なかった。僕は実は日本料理はカナダで何歳から多分21歳あと20歳や21歳ぐらいで初めて食べた。僕の家族は魚もあまり食べないとシーフードとか寿司絶対食べたことない僕の家族。僕は高校生時も寿司来て生の魚のことちょっと嫌な感じで絶対食べたくない感じだった。だから日本のレストランも行かなくて日本料理も作らなくて日本の食べ物を食べなかった。そして大学入ったら僕の大学でフードコートあった。そのフードコートでケンタッキーとマックとピッツァとかそのファストフードみたいなレストラン多くてでもアジアのインド料理と中国料理と日本の料理もの店もあってでも僕はいつもファストフード頼んでた。でもそんな時好きな女の子だった名前は教えないけどその女の子はすごく好きだって僕の友達けどやっぱり付き合いたいボーイフレンドグラフレンド感じで
デートしたいと思って話した時フードコートでじゃあ一緒にランチ食べよう決めて何がいい僕はケンタッキーやマックと思ってでもこの女の人はすごくヘルシーの女の子ヨガとかピラティスとかそんな感じの運動エクササイズしてご飯もベジタリアンみたいなベジタリアンじゃなかったけどそんなヘルシー食べ物だけ食べるファストフード絶対食べない女の子でじゃあ日本料理の店行って食べましょうそんな時困った僕は全然日本の料理分からなくて寿司以外寿司食べられるや食べられない分からなくてちょっと困ったけど本当に好きだったこの女の子だからいいよいいよすごく好き日本料理嘘で一緒にレストランに行ってそんな時2人は豆腐と寿司のなんかセットだったそれ頼んでちょっと真似して彼女の真似して彼女はこのチョップスティックス箸使って僕は全然やり方も分からなくてちょっと真似して頑張ってた豆腐は実は初めて食べたその時分からなかったは豆腐は何ですか思ったなんか卵の白い場所と思って美味しかったでも初めて食べたからなんかテクスチャーはちょっと変だったけど好きになったそして一番大変は寿司だった初めて食べて彼女見て醤油入れてちょっとだけわさび入れてちょっとだけ置いてディップして食べてそれ見てじゃあ僕もやってみるかなでも多分わさび多すぎ入れて寿司持ってすごくいっぱい醤油とわさびに中出して食べて初めてわさび食べたからわからなかった辛い急に鼻からなんかすごく強いの感じきて死ぬと思ってアレルギーあるかなと思ってちょっと怖かったでもこの女の人をちょっと笑っては大丈夫ですそれは普通ですでも入れすぎだからそんな気持ちがきてすごく恥ずかしかったでもどんどん食べたらわさびもすごく好きになったその後多分毎週1回や2回大学で寿司食べたそれから日本のご飯の食べ物の興味出てきたその後日本来た前カナダで寿司とうどんと天ぷら日本料理だったら日本食べ物だったら食べたいろいろの店も大学だけじゃなくてチャイナタウントロントのチャイナタウンあるあそこでビエトナムと韓国と日本と中国全部アジアの料理の店とレストランいっぱいあるからあそこで探して日本のレストラン食べに行ってそして僕の家の近くは Memories of Japan 日本の思い出というレストランで初めて天ぷらうどん食べて天ぷらもすごく美味しくてと思ってやっぱり寿司とうどんと天ぷら大好き先生たちから会社の人から友達からいっぱい新しいまだ食べてない日本料理食べてみた80% ぐらい好きだったお好み焼き好きだったもんじゃ焼きすごく好きになった多分一番好き最近の一番ハマってるはもんじゃ焼き時々浅草でもんじゃ焼き食べ放題も行って食べますお好み焼きも好きになってたこ焼きも好きになって鍋と焼肉としゃぶしゃぶも好きになった
大体全部温かい料理好きになったら肉じゃが、すき焼き、スープ入ってるものすごく美味しかった。ラーメンとそばとうどんと全部麺、そうめん全部好きになって、あまり好きじゃなかったは骨持ってるもの、例えば軟骨は唐揚げと思って食べてみて、なんかクランチ硬いだって考えたら人間の歯食べてるみたいな感じだって、ちょっと怖くなってあまり好きじゃなかった。だから軟骨やめて、そしてネバネバのものあまり好きじゃない。とろろと納豆、オクラは大丈夫、野菜だからわかんないけど、わかんない。とろろも納豆も食べてみた。何回も食べてみた。でもやっぱり理由もわかんない。みんなは臭いからけど、臭くの理由じゃなくてネバネバだけ。シャンプーみたいな、いやゲロ食べてるみたいな感じから、それでちょっとやだ。それかな。でも大体日本料理全部好き。焼き鳥好きけど、焼き鳥のなんか変なものもあるね、時々。英語も忘れたけど、日本語も忘れた。なんかネックの場所ちょっと硬い。それもちょっと噛んだらなんか気持ち悪いから、それも食べない。でも日本料理すごく好きになって、レストランいつも居酒屋も普通の和食レストランもすごく好き。今日本に住んでるから大体毎日日本料理食べるかな。ファストフードはそんなに食べない。時々マックとか食べるけど、もし早くのファストフードだったら松屋や吉野家みたいな牛丼とか、それも食べる。それも好き。牛丼も好き。日本のカレーもここ一番カレー大好き。やっぱりここ一番は一番。チキンカツカレー、辛さ2番。みんなは好きな食べ物を教えて。日本の一番好きな食べ物、そして違う国の、自分の国、それとも外国の国の一番好きな料理も教えてください。コメントしてください。そして僕の他の日本語でエピソードあるから、それも見て、そして他のトピック聞きたかったらぜひコメントで書いてください。今日見てくれてありがとうございます。いつも見てくれてありがとうございます。また今度、わかんない。来週や再来週わかんないけど、また今度。じゃあまたね。ピース。